ねえねえ、あんたの旦那、在宅ワークしてるんだって？いやーね、定職についてないなんて。それって、ニートじゃん。姉はずうずうしく私の夫の悪口を言う。今日は実家に用事があり帰ってきていたのだが、両親と同居している姉は私の姿を見つけるなり嫌味を言ってきた。はあ、でも姉さん、在宅ワークも立派な仕事ですから。私がそう言うと、あはは、何言ってんのよ。どうせ旦那の年収って200万円くらいでしょ？底辺中の底辺じゃん。よくそんな低所得者と結婚なんかしたわね。あんたも物好きね。私の言葉なんか全く耳に入っていないようで、姉はさらに喋り続ける。お金が足りなくて困っても、私の旦那を頼りにしないでよね。何しろ私の旦那はメガバンクの銀行員ですもの。身内の中に貧乏人がいるなんて恥ずかしくてご近所様に言えないわ。人の話もろくに聞かずに私の夫をけなし続ける姉。カチンときた私は、うちはお金に困ってないし、たとえ困っても姉さんには頼りません。そう言い返してやった。すると、私の反論したことが気に入らなかったのか。ふん、貧乏人が強がっちゃって、怒るってことは図星なんじゃないの？こんな調子なのだ。姉のひどい悪口に私はいつも悩まされていた。私の名前は光。昨年結婚したばかりの30歳の主婦だ。夫とは共通の友人を通じて開かれた飲み会で仲良くなり、5年ほど交際してから結婚した。結婚してからは夫の持ち家に2人で住んでいる。この家はもともと夫の祖父母が住んでいた家らしく、空き家だったものを私たち夫婦がもらい受けて住んでいるのだ。早く子供ができたらいいね、なんて言いながら2人で暮らしているのだが、私には結婚する前から一つの悩みがあった。それは私の姉の香りの存在だ。彼女は私より2歳年上の32歳。結婚しているが、私の両親と同居している。姉は昔から問題がある性格で、よく私のことをいびった。小学校や中学校の時から物を取られることはしょっちゅうだし、親にあることないこと告げ口をしたり、言いがかりをつけては罵倒してきたりなど、日常茶飯事だった。中学校の時も、今日ね、友達にあんたの彼氏の顔と私の彼氏の顔を見比べてもらって、どっちがかっこいいって言ったら、私の彼氏だって、あんたの彼氏は対象外どころか、こんなブサメンと付き合って妹さん頭大丈夫なのって聞かれちゃった。恥ずかしい。こんなことを言って面白がる。大学生の時には、あれ？引き出しに入れておいたネックレスがない。彼氏からもらった大事なネックレスがなくなっていたことがあった。それは高価なものではなかったけれど、その時の彼氏が私のためにアルバイトで貯めたお金で買ってくれた大切な誕生日プレゼントだったのだ。私が姉に問いただすと、あはは、気づいたんだ。あんな安物、ゴミ箱に捨てちゃおうかと思ったんだけど、もったいないからリサイクルショップに売っちゃった。姉はそう言って私の反応を楽しむような感じでこちらを見た。そんなのひどい。どこの店で売ったのよ。あれは彼氏からのプレゼントだったのよ。私が怒ると、うっさいわね。あんたみたいなブサイクが彼氏からのプレゼントをもらうなんて100年早いのよ。そう言って怒鳴りつけた。結局、姉はネックレスを売り払ったリサイクルショップの名前を教えてくれず、私は知っているお店を必死で探し回ったけど、とうとう見つけることはできなかった。そして彼氏にも、まさか姉が嫌がらせで売ってしまったということもできず、その後関係が悪くなって別れてしまったのだ。この時から私は姉に対して非常に強い嫌悪感を抱くようになっていた。それから私は就職し、一人暮らしとなったのだが、姉との関係はまだまだ続いた。ぐうたらなうちの家族は、休日になると私を実家に呼んでは、掃除などの家事を押し付けるのだ。
私の両親は姉のことばかりをまるでお姫様のように可愛がる一方で、私のことは小さい頃から存在に扱っていた。実家に帰るたびに家族からは家政婦のように扱われ、姉からは当然のようにいびりを受けた。そんな姉も3年ほど前に友人に紹介してもらったと言って、メガバンクの銀行員の人と結婚した。結婚相手はいわゆるエリートで、姉はことあるごとに自慢をしてきた。彼女はわざわざ結婚式の前撮りに私を呼び出して、散々ウェディングドレス姿を自慢げに見せた上、結婚式の本番には、あんたみたいな貧相な子が妹だなんて、相手方の家族にも恥ずかしいから出席しないでちょうだい。ご祝儀だけ置いて帰って。そう言われて結婚式に出席させてもらえなかったのだ。この行動には私もさすがに頭にきた。だけど言うことを聞かないと、私と彼氏、今の夫の結婚も認めないぞ、と両親と姉に脅されて、私は泣く泣くご祝儀だけ置いて、式には出席せずに帰宅したのだった。もうこの頃には姉や両親との関係は修復不可能だということが分かり、諦めていた。その後、去年になって私は夫と結婚したのだが、両親は姉夫婦には結婚式費用を出していたのに、私には何もくれなかったし、入籍したという報告をしても興味なさそうにしていて、式にも出席してはくれなかった。結婚してからも姉は私が実家の家事を手伝いに来るたびに嫌味を言い続けた。特にひどいのが私の夫をけなす言葉。私の前で夫の悪口を言っては楽しむのだ。そういえば、こないだ、あんたの旦那が平日の真っ昼間に自転車で川の横を走ってるのを見たけど、失業したの？ある日、姉はこう言った。どうやら買い物の帰りに夫を目撃したらしい。いや、失業なんてしてないよ。彼は在宅で仕事をしているから、気分転換に昼間に自転車で散歩することがあるのよ。私はそう答えた。夫は自営業でいつも家に引きこもって仕事をしている。彼は午前中に家で仕事をし、毎日昼過ぎになると自転車でその辺をふらふらと走り回って散歩するのが日課だった。そして夕方に家に戻ってきて夕飯を食べ、また自分の部屋に引きこもって夜遅くまで仕事をするのだ。だけど姉は自分が買い物から帰る途中に自転車で散歩している夫の姿を見て失業したのだと思い込んでしまったらしい。この日から私の顔を見るたびにそのことをいびり出した。昼間から自転車でふらふらして、あんたの旦那ってまるでホームレスみたい。よくあんなのと一緒に暮らせるわね。図に乗った姉の言葉はだんだんと厳しくなっていく。私の夫はホームレスじゃないってば、失礼なこと言わないでよ。私がそう言うと、へへ、ホームレスじゃなきゃニートね。いい年をした男性が毎日平日の真っ昼間に自転車でうろうろしてるなんてニートしか考えられないじゃない。姉はそう言って意地悪そうに笑った。私の夫はニート、ホームレス。姉は格好のネタを手に入れたのだ。最初は私をいびるだけだったのが、しばらくすると近所の人にまで言いふらしているらしく、私が実家の周りを通ると、妹さんの旦那さんってホームレスだって。と近所の人たちがひそひそと話しているのが聞こえたものだから、私は実家の家事手伝いに行くのが本当に嫌になってしまった。両親は姉以外には関心がないので、私や私の夫がどれだけ姉の口で評判を落とされたとしても気にならないようだ。小学校、中学校の時から姉に振り回されっぱなしの私の人生。私は暗い気持ちでいることがだんだんと多くなった。そしてそんな風に日々を過ごしていたある日のこと、事件が起こった。それは午後の買い物から帰宅したところだった。旦那はまたいつもの通り自転車で散歩に出かけているようだ。プルルルル。
突然鳴った電話に出ると、ひかり、あんた私に隠し事をするなんて本当に嫌な子ね。姉の高飛車な声がスマホから聞こえる。は？何のこと？そう尋ねると、今まであんたの家に行ったことがないから、こっそり調べて行ってみたのよ。そうしたら大豪邸じゃない。あんたの旦那、毎日自転車でプラプラしてるニートかと思ったら、株か何かやっているのね。それとも、親が大金持ちのお坊ちゃんなのかしら。それなら早く教えてくれればよかったのに。姉はそう言った。私には何のことだかさっぱりわからない。私たちが住んでいるのは、夫の祖父母が住んでいた家で、もう築20年以上は経っているボロ屋なのだ。決して豪邸なんかではない。姉さん、一体何のことを言っているのかわからないんですけど。私がそう言うと、しらばっくれたりして、やらしいわね。あんたが財産を隠し持ってることはもうバレてるの。あんたがこんな豪邸に住んでいることを見つけたから。せっかくだから、私も一部屋使わせてもらおうと思って、今日荷物を運び込むように段取りをしたのよ。姉はざまあ見ろといった感じで私に話しているが、私には全く何のことだかわからない。はぁ？とぼけてんじゃないわよ。とりあえず、今日から2階の部屋を借りるから、さっきね、私の荷物を運び入れるために邪魔なあなたの机やチェストを不用品回収業者に買い取ってもらったの。思ったよりも安かったみたいでごめんなさいね。それから、物を運び出している途中に高そうな花瓶を一つ壊しちゃったんだけど、落ちたら割れるようなところに置いてる方が悪いのよ。姉はさらに意味不明なことを言っている。私は姉の話を遮るようにこう言った。姉さん、話を聞いて。私の家に2階なんてないよ。私がそう言うと、は？やっと喋るのをやめた姉は、あっけに取られている。だから、私の家は1階建てなのよ。この家はもともと旦那の祖父母が住んでいた家だから、階段がない平屋なの。私がそう説明をすると、平屋ですって？あんたね、見えすいた嘘をついてるんじゃないわよ。私に内緒でちゃっかり旦那とこんないい家を建てちゃって。ちゃんと表札には山口って書いてあったわよ。私はそれを聞いてゾッとしてしまった。姉さん、まずいわよ。それ、私の家だと勘違いして別の家に入っているわよ。私がそう叫んだとき。うわ、なんだ君は、空き巣か？おい、よしこ、2階に泥棒がいるから警察を呼ぶんだ。家具が全部なくなっているぞ。一瞬しか聞こえなかったけど、中年の男性らしい声が電話の奥から聞こえてきた。その声で私はすべての状況を理解した。それは2軒隣にある町内でも有名な豪邸の社長さんの声だったのだ。実はその家も名字が私と同じ山口なので、おそらく姉は間違ったのだろう。どうやら私が自分に隠して豪邸に住んでいると思い込んだ姉は、表札を頼りにその屋敷に忍び込んだ挙句、嫌がらせをするために家具を売り払ってしまったのだった。家を間違えたことに気がついた姉は電話の向こうで焦っている。ちょっと光、私このままじゃ警察に捕まってしまうんだけど、ここに来て事情を説明してちょうだいよ。さっきまでの威勢はどこへやら、状況が分かって必死に私に懇願してくる。あんたと名字が一緒だから間違えて入っちゃったって言ってよ。その言葉を聞いて私は呆れてしまった。この後に及んでもまだ勝手なことばかり喋っている姉にイライラした私はこう言ってやった。姉さん、勝手に家具を不用品回収業者に売ってしまった上に花瓶を壊したりしてるでしょ？家主さんと警察に自分で理由を説明するしかないじゃないの。私がそう叱ると、そんなこと言わないでよ。実の姉でしょ？見捨てないでちょうだい。何が実の姉だ。今まで散々私のことをいびってきたくせに。私は絶対に許さないぞと覚悟を決めて、知らないものは知りません。いい歳なんだから自分で何とかしてください。姉はその後も
スマホの向こうで何か叫んでいたけれど、冷たくそう言って、そのまま電話を切ってしまった。その後、結局姉は通報で飛んできた警察に事情聴取をされる羽目になってしまった。完全に私の家だと思い込んでいた姉は、業者に依頼して合鍵まで作って中に侵入したというのだから驚いた。そこまでして私に嫌がらせをしたかったのかと思うと、本当にゾッとする。姉は警察で厳しく取り調べられた上、被害者と話し合い、高額な弁償代を請求されることになってしまったらしい。被害者の山口さんは、有名なハウスメーカーの社長さんで、その住宅はこだわり抜いた特注の豪邸だった。壁紙や床材は海外製の高価なものを使っており、家具も一つ一つ注文した手作りの品だったらしく、机は50万円、チェストは30万円など大変高価なものばかりだった。それをよく確認もせずに、不用品回収業者に安い値段で売ってしまったというのだから大変だ。姉が依頼した不用品回収業者はどうやら正規のお店ではなかったようで、売った家具の行方はわからなかった。また姉が割ってしまった花瓶はフランス製の大変高価なもので、それだけで1000万円近くの値打ちがあるということだった。全部合わせると弁償費用は1200万円を超えるようだ。だけど騒動はこれだけでは終わらない。後日、姉は旦那さんと一緒に私たちの家に一連の事件の謝罪に来たのだが、私の夫に出会った姉の旦那さんは目を輝かせてこう言った。うわ、すごい。本当に漫画家の柴田健一先生だ。僕ずっと前から先生のファンなんです。先生の漫画を読むために週刊ファイターは毎週欠かさず買っているし、コミックスも全部揃えています。よかったら本にサインしてもらえないですか？姉の旦那さんは目を輝かせながら私の夫に声をかけている。ああ、いいですよ。私の夫はにこやかに笑ってそう言うと、サインの依頼に応じた。すらすらと本にキャラクターとサインを書く夫の姿を見て、姉は目を白黒させている。漫画家って光の旦那があの有名な柴田健一先生だって言うの？やっとのことで姉がそう言うと、おいおい、さっきからそう言ってるじゃないか。姉の様子を見て、姉の旦那さんはいぶかしそうな顔をしている。もっと早く言ってくれればよかったのに、ペンネームだから全然気づかなかった。先生の年収は3億ぐらいでしょ？どうしてこんな平屋に住んでらっしゃるんですか？姉の旦那さんは興奮して質問を続ける。いや、ここは祖父母が俺を育ててくれた思い出の家なんで、どうしても離れがたくて。夫は照れたようにそう言った。そんな私の夫を見た姉の表情と言ったら、ホームレスだと思って見下していた私の夫が年収が3億を超える人気漫画家で、しかも自分の夫も大ファンだというのだから、悔しさで気を失いそうなくらいだろう。姉は私の顔を見ながらギリギリと歯ぎしりをしていた。そしてその後、姉夫婦は弁償代や姉の起こした騒動が原因で夫婦喧嘩が続いた後、離婚してしまった。だが姉のこの騒動による被害はこれだけでは収まらない。私の両親はメガバンク勤めの姉の旦那さんの収入を当てにして同居していたので、姉の離婚は両親にとっても大損害だったらしい。姉の騒動の弁償代1200万円は実家を売ることによって払ったらしいが、他にもどこかやばいところから借金をしていたのだろう。ある日突然、両親と姉の3人揃って夜逃げをしてしまった。あれから5年、私たち夫婦は老築化していた平屋の家を建て直して、今は3階建ての立派な屋敷に暮らしている。夫は今でも午前中に漫画を描いて、午後になるとストーリーを考えるために自転車でふらふらと散歩をするのを日課にしているが、ある日帰ってくると妙なことを言った。なあ、今日いつも通りに昼過ぎに自転車で走りながらアイディアを練っていたんだ。そしたら河原の近くを走った時に
ホームレスの段ボールハウスがあってさ、よく見えなかったんだけど、中にいたのは女性で、どうもお前の姉さんのような気がしたんだけど。夫は不思議そうな顔をしている。え？思わずぎょっとする私。姉とはもう長いこと会っていない。両親も行方知れずだった。翌日、私は夫が行っていた場所にこっそり行ってみたのだけれど、その時にはもう段ボールハウスはなくなっていて、ホームレスの姿もなかった。結局、今となっては本人だったのかどうかもわからないけれど、夫が言ったように姉たちは本当にホームレスになってしまったのかもしれない。散々私の夫のことをホームレスだと罵っていた自分がこんな境遇に落ちてしまって、夫の姿を見かけて逃げ出してしまったのかもしれない。その後、私たち夫婦は子宝にも恵まれて幸せな日々を過ごしている。